こんにちは、ハミリフチャンネルです。八甲田山雪中行軍の碑を見学した後は、さらに反時計回りに八甲田山山麓を巡っていきます。この季節、八甲田山登山や紅葉を見るための利用で大人気の八甲田山ロープウェイ。雄大な八甲田山の紅葉は一見の価値ありですが、昨年すでに登ったので今回はパスです。ロープウェイ山麓駅の近くに寒水沢温泉の看板がありましたが営業しておらず、そのまま直進すると394号と交差するコーナーにホテル城ヶ倉があります。豪華な造りの立派なホテルです。日帰り入浴やってないんじゃないかな。ホームページを確認するとちゃんと日帰り入浴の案内がありました。受付11時半から3時入浴可能です。上高地の帝国ホテルを思わせるような重厚なデザイン、周辺の紅葉も見事です。お風呂に入りに行くような雰囲気ではありませんね。フロントの対応は高級ホテルそのもの。たかが日帰りの客に丁寧に対応してくれました。酸ヶ湯温泉がすぐそこなのに泉質は全く別。無色透明で肌に優しい弱アルカリ性。内風呂は下水循環ですが、露天は源泉かけ流し、通年利用ができます。最近流行りのミストサウナと水風呂、女性用の設備も揃っていてファミリーにはうってつけですね。こんな部屋に家族を連れて行ったらお父さんの株が爆上がりするんじゃないでしょうか。最後まで丁寧な対応をしてくださったスタッフさん、ありがとうございました。ホテル城ヶ倉の名前はこの土地の名前を取ったもの。中国の月に宿る仙女城ヶを思わせる渓谷の美しさから名付けられたとか。日本では月にウサギですが、中国では城ヶ、イタリアではカニがいるそうです。八甲田の超有名スポット、何度かお邪魔しているので今回はパス。仙人風呂はあまりにも有名ですね。 JR のこんな写真見たことありますよね。ここはいつ来ても駐車場がいっぱいです。仙人風呂は混浴ですが湯あみ着の着用 OK。 脱水所から入浴するところまでは壁で仕切られているので女性の入浴者も数多くいらっしゃいます。混浴の中では比較的女性も入りやすいと思います。別の内風呂もありますので酸ヶ湯の温泉を楽しむことができます。総火場作りで体育館のような風呂も圧倒的ですが、お部屋や料理も申し分なくおすすめの宿です。今年の冬にお邪魔しましたが、その時一番驚いたのは雪の高さ。公式発表では8メートル、ビルの3階弱ですかね。とにかくびっくりして笑っちゃいました。酸ヶ湯温泉を過ぎて少し行くと八甲田ホテルの入り口。ここは高級ホテル。私などが足を踏み入れる場所ではないと通過するだけにしました。八甲田ホテルは開湯300年の歴史を持つ酸ヶ湯温泉旅館と同じグループ会社によって運営されています。開業は1991年5月10日、G8 サミットの晩餐会会場になった経歴もあります。八甲田ホテルから国道に上がってきたところ、地獄沼という看板に人だかりができています。
かつての爆裂火口跡に近くから湧き出る温泉水が溜まってできた沼。沼の中は魚が生息できない強酸性で90度の熱湯が噴き出していて、沼に立ち入ることはできません。もうもうと立ち込める湯気と硫黄臭はまさに地獄さながら。秋には付近の葉が色づき、地獄沼とのコントラストが非常に美しいスポットです。そろそろいい時間なので今日の宿に向かいましょう。今回で2回目お世話になります。電源付きサイトがリーズナブルに使えて助かってます。スカイ温泉旅館と同じスカイ温泉株式会社が経営するキャンプ場。東田八甲田国立公園内に位置しており、国立公園と連携した取り組みが行われています。我々のような車中泊や八甲台の登山客に人気のキャンプ場です。管理人は夕刻まで、あとは数人のキャンパーが残るのみ、静かな夜を満喫できます。今日購入した電酒、一緒に購入したタケノコが最高でした。山頂には雪が降り積もってコントラストが美しいです。残念ながら今日は岩手に戻らなくてはならない日です。せっかくなので時計回りに走って戻ります。スカイ温泉は相変わらずの盛況ぶり。この季節はなおさらでしょうね。昨日はどんより曇っていた田代高原も快晴です。標高が下がるほどに木々の色も変化して楽しいドライブですね。今回は行ったことのない奥入瀬渓流温泉の方に降りて行ってみます。なんとなく日帰りができる場所が見つけられずにうろうろ。外観が好みの宿に行って日帰りを聞いてみましたが、時間外でダメでした。しかも外観の写真も NG とちょっとヒステリックに言われてびっくりして出てきました。後で調べたら何か炎上している宿で、多分神経質になってたんでしょうね。いずれこの場所は今回は素通り。どこかいい宿があるんでしょうかね。知ってたら教えてください。奥入瀬を通り過ぎ大井温泉まで下っていきます。普通にこんな工事現場に出てくるんだね。ここまで2回狐に出会いました。2回目はなんと工事現場。ほどなく大井温泉付近まで戻ってきました。ここで一応有名な遺跡群を見ていきます。秋田県鹿角市にある縄文時代後期の大規模な遺跡。2つの環状列石、万座環状列石と野中堂環状列石を中心に構成されています。1931年に発見されて以来、調査と保存活動が続けられています。我々が小学校の頃は割と雑に教えられていた縄文時代、最近はいろいろな発見があり、ギャートルズのような私たちが持っているイメージとは違うということが分かってきているようです。遠い昔の祖先のこと、どこから来て何をしていたのか調べても調べてもわからないのかもしれません。わからないからこそロマンがあり、人々の興味を引き続けるんでしょうね。岩手に帰るために国道282号を南下していきます。川の瀬から湯が湧き出たことに由来し、その名前が付けられたと言われている湯瀬温泉。
日本三大美人の湯の一つに数えられているとか。一度入ると2歳若返るとも言われているそう。これはすごい。湯前温泉の歴史はなんと800年以上前に遡り、南部藩の保養地として温泉番付にも名を連ねるほどの名湯として評価されました。湯瀬ふれあいセンターという高齢者施設のような名前ですが、ここが公衆浴場になってました。ここの住人ではない私が入っていいものか、とりあえず入り口まで行って見ることにします。駐車場の場所は入り口から来るとこの建物の奥、路駐禁止の案内があったので、気づかずに路駐する人が多いんでしょうね。結構綺麗。入り口で確認したら誰でも入浴可能です、どうぞと優しく案内されました。しかも60歳以上は100円。ここの住人じゃないんですけどいいんですかと確認しましたが、やはり100円。今時この価格にはびっくりです。ここは鹿角市が運営する温泉施設。すごいぞ鹿角市。温泉はカラコの湯を源泉とするアルカリ性単純温泉。体への刺激が少なく肌に優しい美肌の湯。無色透明無味無臭でつるっとした肌触り。市のホームページにもどなたでも入浴できますと書いてありました。入り口付近のロビーには鹿角市の歴史や案内が展示してあります。広報を兼ねて運営されてるんですね。自宅の岩手に向かって走ってますが、ちょっと物足りない気分。松川温泉に寄っていこうと唐突に思いつき、近くのキャンプ場へ飛び込みます。いい名前のキャンプ場ですね。民間信仰の神様である祭の神に漢字を当てた祭の神、祭神という名字があるそうですが、関連があるのかもしれません。本当のところは分かりませんが、とにかくなんとなく頭が上がらなくなるような名前ですね。予約は受け付けておらず、管理棟に行って料金を支払い入場するシステム。なんといってもその料金が安い。サイト代1000円プラス1人300円のみ。電源はありませんが、車中泊するには十分です。隣を流れる松川で水遊びをしたり、雄大な八幡平を眺めたりできるいいキャンプ場でした。翌朝、岩手パノラマラインを使って松川温泉を目指します。松川温泉を過ぎると樹海ラインを使って八幡平に抜けられるはずです。100km道なりです。あれ、松川温泉までまだ行けないのか。樹海ラインは崩落があり通行止めになっていましたが、未だ復旧してないとは知りませんでした。まずは松川温泉まで行ってみましょう。ここを下っていくと松川温泉松川荘です。冬場は車両がよくスタックする難所です。真冬にスノータイヤなしで来るドライバーなどもいて、救助が大変だとおっしゃってました。松川温泉郷は標高850メートルほどのところにあり、三石源太岳等の縦走路、裏岩手縦走路、通称馬蹄コースの登山口でもあります。秋は色とりどりに染められた紅葉が山を美しく染め、冬は雪に覆われた露天風呂に浸かることができます。
近くにある地熱発電所から電気蒸気を供給し、暖房や融雪に利用しています。宿の周りにはパイプが巡らされ、蒸気があちこちから吹き出ています。松川温泉の開湯は1743年、松川荘は1960年に開業し、55年以上も営業しています。八幡平にあって冬にも温泉を楽しむことができる貴重な場所です。キャンプ場で目覚めてすぐにやってきたので、まだちょっと早いかも。ホームページに記載されていた内容だと、日帰りは朝8時から、現在は7時45分。特別に早く入れていただけました。泉質は単純硫黄泉。源泉は湧出時は無色透明ですが、空気に触れた瞬間から乳白色に変化するそう。内風呂と混浴露天風呂、女性専用の露天もあり、屋根付きで雨天でも入浴ができます。オーバーフローする様が湯量の多さを物語ってますね。露天は綺麗な青みがかった乳白色。中央に大きな岩を配したバランスのいいデザインです。自然の中に自分がスーッと溶け込んでいくようないい気持ちになれます。朝からとってもいいお風呂でした。これできるんだ。ここはいいな。お湯が最高。すぐ近くの京雲荘さんへ。ここは館内撮影 NG、受付でスマホも預けて入浴になります。かつて村が運営していた国民宿舎を1980年に村から購入し、京雲荘として再オープンしたのが始まり。経営は松川荘と同じ方だそうです。温泉も松川荘とよく似ています。経営者と源泉が同じですからそうなりますよね。ここもいいお宿です。雪が降ったら雪見風呂にまたやっていきたいと思います。松風荘という洞窟風呂が人気の宿があったんですが、コロナ禍の影響で閉業しています。ここは入ってみたかったな。山を降りて帰路に着きますが、途中でこんな看板。今までは通り過ぎるだけで気がつきませんでしたが、紅葉が沼に生えて綺麗な場所です。ついでに松川渓谷を見に行きます。紅葉の名所と言われていますが、行ったことがありません。名所と言われている割には野趣あふれる道、あまり整備はされてません。うわうわいやうわいやでも綺麗だ。確かにうわなかなかの景色ですね。いやすごいとこだな。いや綺麗だな。下雲かと思ったら木だった。いや綺麗だ。次回から福島県に遠征します。またご視聴をお願いいたします。